おはようございます。花丸です。今回からこいつをいよいよレストアしていくんですけど、くそ。取れんよ、こんなもん。うわ、きたねー。はい、現在ですね、バッテリーを抜かずにちょっとね作業しちゃってるんですけど、この先のことは悪い手本として見ててください。やっぱね、作業前は必ずバッテリーを外しましょう。何の音が。おお、何。何これ。ちょっとね、なんかセルみたいなのが勝手に回り出したんで、ちょっと一回取るのやめて、バッテリーを外します。ちょっとバッテリー外したんで、もう一回、やってみます。なんなのこれマジで。なんで回った？マジで不思議。はい、今プライマリーカバーを外したらセルが回ってしまった現象なんですけど、これね、インスタの動画に上げたらまあ100件ぐらいコメントいただきまして、まあそのうちの90件ぐらいがもうバッテリー外せっていうコメントやったんですけど、まあその中に一つですね、今このワッシャーを取ったところ、スターターピニオンギアですね、こいつがプライマリーカバーを外した時にニョキッとカバーにひっついて出てきてですね、まあそうするとこれの反対側にソレノイドっていうのがついてるんですけど、まあそれが導通してでセルが回ってしまったと。だから逆の動きをしてしまったと思うんですよ。普通はセルボタンを押すとこのピニオンギアがニョキって出てきてでセルが回るっていう感じなんですけど、これを教えてくれたコメントしてくださった方ですね、本当にありがとうございます。はい、今見てるのはですね、クラッチ板の残量のチェックです。現状はですね、クラッチ全くつながらない状態で、まあ、クラッチが滑ってる可能性があるんで、今見ているところです。今、クラッチ板とこのスチールプレート、まあ厚みを測ったんですけど、サービスマニュアルにはスチールプレート1.1ミリ、まあフレクションプレートが2ミリ以下になったら交換してくださいって書いてあるんですけど、まあ測ったんですけど、スチールプレートがまあ1.2ミリ、全部まあ均一で1.2ミリあって、で、クラッチ板はですね、2.2ミリあってですね、まあこれ全部規定値内やったんで、大丈夫やと思うんですけどね。なんでスクラッチ板あんな滑るんですかね。もうちょい調べてみます。はい、続いてですね、プライマリーチェーンのテンショナーのチェックをしていきます。で、これ今外してるんですけど、これカシメ式のワッシャーがついてるんですけど、まあこれはですね、新品交換します。まあ2回ぐらいは使えるんかなと思うんですけど、まあね、やっぱ怖いんでね、新品交換します。テンショナーの方はですね、特にひどい摩耗とか割れとかもないんでね、このまま再利用します。
はい。で、こちらが、スチールプレートですね。さっきのクラッチ板と一緒についている、サンドイッチされてるやつなんですけど、まあ、これを見るとですね、もう結構焼けてるのがわかると思うんですよね。で、これ焼けると、ツルツルに滑って、で、それで、まあ、クラッチが全然繋がらないっていうことになるみたいなんで、まあ、これも新品頼んでおきます。で、このピニオンギアがついてるジャックシャフトの出がね、なんか渋いというか、そんな感じなんで、まあ一度この状態でセルを回して、どんな感じか見てみるところです。ゆるゆるやな。なんじゃこりゃ。ガスケット切れてるやん。はい、とりあえず頼んだ部品が来るまでですね、外装できるところをやっていこうと思います。まずはこのなんか変なミラーを取っていきます。なんやこれ。何が落ちてくるの。プラス入らんね。よし、来た。何これ。何ですかこれ。はい。で、こちらがインナープライマリーの内側の部分ですね。まあ、覗いてみると結構ね、なんか油が漏れたような跡があるんで、インナープライマリーも外すことにしました。で、こちらがプライマリーカバーでですね、現状はアルミサビやら油やらひどいんで、まあ、こいつはバフがけして、まあ、最後クリア塗装をしたいと思います。はい。で、これ今最初400番から削ってってるんですけど、もうちょっとね、アルミサビがあまりにも落ちないんで、100番からやってっております。めっちゃ綺麗。で、100番でついた傷を今2000番まで細かくしていってるところですけど、なかなかね、最初の磨きは傷が、サビとか消えてるのがわかると思うんですけど、そっから目を細かくしていくのっていうのはですね、なんかね、わかりづらいんで、いっつも最後、仕上げまで終わると、普通に傷残ってるんですよね。なかなかバフがけも難しいですね。はい。で、これが2000番まで終わった状態ですね。まあ、こっから
赤棒とか赤棒ないんで、青棒でとりあえず磨いていきます。プライマリーカバーをとりあえずは磨き終わったんですけど、やっぱね、わかるように傷がね、全然消えてません。丸1日やってたんですけど、全然傷が残ってるのがわかると思います。ムラになってますね。ということで、ちょっとね、できるだけ、やれることをやってみようと思います。で、このフェルトバフを買いました。これ5個で1000円ぐらいいったかな。で、今まで磨いてたのは、青棒しかなかったんで、ちょっとね、赤棒と白棒と、またこれ青棒なんですけど、これを買いました。で、まずやっていくのが、赤で磨いて、これがサイザルバフってやつがあるんで、これですね。こちらは朝バフサイザルですね。これで、これの赤棒を使ってまず磨いて、で、フェルトバフの、で、白棒で磨こうかなと思います。ではやっていきます。微妙。こいつ使ってみます。ちょっとね、あまりにもうまくいかないんで、DIY 道楽鉄さんって人のバフ掛けの動画見てたら、これで、最初綺麗にしてから、青棒、赤棒を使って磨いてたんで、とりあえずこれでやってみます。で、剥がし屋サンダーの粗めと細めが終わって、今これ赤棒で最後磨いていってるところです。いや、余計ひどなったけど、余計ひどくなってんだ。これ買ったバフがこのクソでけグラインダーにしかつけれないやつでしたね。まあいいや、これでやってみよう。ちょっとね、グラインダーの回転が速すぎて、このバフがちぎれて飛んでっちゃうんすよね。なんかほんと踏んだり蹴ったりですね。で、結局、なんかグダグダになっちゃったんで、もう最後、もう一回ペーパーで磨き直しました。で、赤棒と白棒と青棒で仕上げたのがこちらですね。やっぱね、もうこれ以上はもうキリがないんで、もうこの状態でクリアを塗っていきます。なんかね、アストロから最近出てるカラークリアってやつですね。こいつを拭いて、これやとね、プライマーとか、密着のとかこういうの拭いたりすると思うんですけど、いやけどバフがけやとどうなんやろな。みんな2000番で仕上げて、この上からクリアを塗ると思うんですけど、これはプライマーとかペーパーが不要なんで、そのまま脱脂だけして塗装可能ということで、こいつをね、2回で塗っていこうと思います。この鏡面は多少曇ると思うんですけど、別にそんな全然気にしないんで、綺麗になったっていうのが僕の中ではもう満足なんで。はい。で、垂れたところをちょっと補修して、で、また脱脂して、重ね塗りしようと思ったら、パーツクリーナー拭いたらですね、あっさりとまた剥がれてしまったんで、もう一回全部剥くってから、もう一回塗り直ししようと思います。で、これ2回目は、変な先端ノズル外して塗ったんですけど、そしたら結構うまくいきました。で、次にこのダービーカバーとインスペクションカバー、インスペクションカバーの方だけかなり汚いんで、こっちをバフ掛けして、同じようにクリア塗装していきます。で、仕上がりがこんな感じですね。いい感じだと思います。で、プライマリーカバーの方もクリアをしたらこんな感じになりました。はい。では、今からクラッチバスケットとマグネットローターを取っていくために、この特殊工具を使います。で、この回り止めのプレートはですね、ジムズ製なんですけど、これは7000円ほどやったんで、ちょっと買ってみたんですけど、正直これは、別に
コッパとかでもやってる人いるんで、もうわざわざ買わなくてもよかったなと思って、こんな感じで、ギアの刃にカシメルつうか引っ掛けて、周り止めとします。で、これがジェームズのガスケットキットなんですけど、自分の初期エボに対応するやつやったんで買ったんですけど、これもね、正直今思えば、これ買うべきじゃなかったなっていう感じですね。やっぱ一つ一つ調べて買うべきでしたね。はい。で、今からクラッチハブナットとコンペンセーターナットを外していきます。で、クラッチハブナットは逆ネジになってるんで、忘れないようになんか張り紙かなんかしておきます。で、ソケットのサイズは僕のはちょっと小さくてですね、1と8分の1でした。で、コンペンセーターナットは1と2分の1のソケットを使います。で、このコンペンセーターナットって200ニュートンで締まってて、プラス赤の、最強のネジロック剤がついてるんですけど、もうこれ見ても分かるようにですね、もう簡単に取れちゃってですね、このブレーカーバーにしたって全然短いんですよ。なのにこんな簡単に取れてしまったってことはですね、もうゆるゆるな状態でついていたということになります。点検しといてよかったですね。いや、回るけどな、これ。はい。で、今、これ、クラッチハブのナットを取ろうと思ってるんですけど、さっきの回り止めの工具やってあるんで、勝手にね、僕の勘違いなんですけど、回らないって思ってたんですけど、普通に回るんで、もうこれね、また回り止めを何か対策しなきゃいけないんで、とりあえず今、一足に入れて、リアタイヤを設置すれば取れるんじゃないかなと思ってやっております。タイヤ回るな。今これ取り付けてるのが、前フォルツァの整備してた時にプーリーの回り止めで使ってた特殊工具ですね。って言ってもこれ2、3000円やったんで、これが使えないかなと思ってとりあえず引っ張り出してきたんですけど、やってみます。うわしきた。やっぱ取れんな。取れんな、やっぱ。これは特殊工具作らなあかんわ。
なんで？おっ、うわ、きたけ。うわ、よーし。ああ、取れやした。で、今からインナープライマリーを外すのに、表側のボルトを外したら、この裏側にあるソレノイドを固定しているボルトも2箇所外します。まあ、外したついでに、ソレノイドの点検もしていきます。おお、切ったなこれ。今ジャックシャフトを外したと思うんですけど、まあ、結構ねグリスの汚れとかがついてたんで、まあピニオンギアの出が悪かったのもこのジャックシャフトの汚れだったんかなっていうふうに思います。黄色い箱のやつさ、ポテチ知ってる？ね、嘘や。うち全部食べてない。黄色い丸い棒の長いやつ。食べた。ほら、そうや、絶対薄い。あ、入ってる。うわさ。いやけどちょっとしか残ってたよ。あ、なんじゃこんなとこにボルトあるよおい。マジっきよ。これは取れんわな。取れた。お、来た。ああ、し来た。来たね。取れた。はい、今ですね、インナープライマリーケースがようやく外れました。ここの下のネジがわからなくてね、ちょっと困惑したんですけど。で、あとこっちがオルタネーターですね。で、ここのスペーサーと、ここのベアリングも、ベアリングじゃないわ、オイルシールも交換します。ここがね、ギザギザになってイオンがしたりするみたいなんで、まあ、ここと、まあ、あとここですね。ベアリングのレースですね。こいつもイオンの原因削れるみたいなんで、まあこれはね、なんか大丈夫そうな気はするんですけど、まあ跡は残ってますけどね。まあけど、ここも予防整備としても交換してしまいますね。もうこんなとこめったに開けたくもないんで、うん。まあまた、2、3万キロぐらい走ったらかなーって、まあそうそう開けるところでもないんでね。まあベルト交換するときはここは開けなあかんので、あれですけど。あとこれですね。これ。なんかね、このボルトの頭がここに乗っかってたんですけど、これ何かなと思ったら、ここ、なんかね、3箇所ネジ山があるんですけど、ここと。まあこれはこのメインのこのデカナット、こいつの周り止めで置いとくらしいんですけど、まあそれが折れてますね。なんで折れたんでしょうね。走ってる振動で折れたんかもしれませんしね。なんでこのデカナットを買うのに特殊工具待ちですね、今。で、本当やったらね、このプーラーを固定する、
またそれもこう特殊工具いるんで、もう本当にね、特殊工具だらけで、まあなんとかね、あんまり特殊工具買わずにできんかなって今考えてるんで。はい、こちらがインナープライマリー側ですね。で、こちらがソレノイドのプランジャーってやつですね。で、これが、ちょっとね、変形してるのがわかりますね。で、これなんかオイルシールなんかなと思ったら、これ、ブーツらしくて、まあ、こんな感じで、プランジャーを包み込むようにこれが入ってるんで、まあ、こいつもね、ちょっと別途交換ですね。まあ、とりあえず、このプライマリー側のオイルシールとベアリングを交換していきます。あ、取れた。おい、抜けんげ、これ。出来上がるの。あ、来た。来た。取れた。よっしゃー、取れた。はい。で、今からベアリングを抜いていくんですけど、まあこれね、ちょっと叩いて抜いてるんですけど、まあ本当はあんまり叩いて入れたり抜いたりするのは良くないみたいなんで、まあこれもですね、まあこの先プーラーを作ったり買ったりしてやっていこうと思います。まあ今回はちょっと叩いて抜いちゃいました。とりあえずベアリングが取れましたけど、ここがね、なんかえらいバリが出てますね。あと気になったのがここ。これなんでこんな削れてるんかなと思って。こっちはね、なんともないんですけど、これなんこれ。これがね、こういう向きで、このプーリにまあ、このシャフトが、ここの穴通るんで、ここが削れる意味がわからんのですけど。しかもこっちだけ。なんで？はい、さっき言ってた、この削れてるっていう問題なんですけど、ここですね。ここの幅と、ここの幅っていうのが一緒なんで、このプーリーがインナープライマリーのここに干渉して削れてしまっていたっていうことですね。なんでこんなことになるんだ？こっち側が、組み付けが歪んでいるか、こっちが歪んでいるかっていうことですけど、はい、今、気になってはいたんですけど、ここにキーが入る溝があると思うんですけど、これがね、なんか最初からなくて、なんでかなと思ったら、これ落ちてました、ここのタイヤに。
ちょっと僕も気づかなかったんですけど、視聴者さんがね、キーなくさないように気をつけてって言ってたんで、そういえばこれあったけど、ついてんなと思って探したらあったんで、はい、これ、なくさんようにしておきます。で、これ、なくすと、これ、10個単位でしか売ってないんですよね。なんで、10個で4000円か5000円でしたね。こんなもん10個買ったところで、もう 100% 使い切ることないんで、皆さんも外す際は気をつけてください。で、そしてこれがコンペンセータースプロケットってやつなんですけど、これ見るとちょっとなんか、えらいとんがってるなって思いませんか？でもこれ、まあこちらと比べたら全然山が違うのがわかると思うんですけど、なんかね、新品見てても、こんな感じなんですよね。で、これ、まあ5万キロから10万キロ、まあいいやつだと10万キロ持つやつらしいんですけど、これですね、まあ他の人のブログとか見てても大体こんな感じで尖ってる人らもいたんですよね。まあ確かに新品やともうちょっと幅がある感じなんですけど、まあなんか商品によってこんなやつもあれば、もうちょっと幅が、厚いやつもあってですね、こらが正直わかんなくてですね、まあ乗ってる人いたら、まあ僕のもこんなんだよとか、いやこれは尖りすぎだよっていうのを、まあコメントで教えてもらえると非常に助かります。これもね、なんかめっちゃ高かったんですよね。3万から5万ぐらいやったんで、まあ正直今のこの状態で買える必要がないんやったら、まあ、ちょっとね、2年ごとの車検時とか、まあプライマリーオイル変える時に、まあちょっと様子見で見ていこうかなと思っております。まあとりあえず現状はこんな感じで、まあ記録としてこういう風に映しておきます。はい。で、クラッチシェルとクラッチの、ハブですの、ここにも1個ね、ベアリングが入ってるんですけど、まあこっちはあっちほど、あっちっていうのはメインシャフトのさっき、あっちのベアリングほど、まあそんな酷な環境でもなくてですね、寿命的には長い方らしいんで、まあ今こうやって回しててもですね、こんな違和感とかゴロゴロしてるとかそんなんないんで、まあ今回ここは大丈夫かなと思います。まあなんかね、ここも結構ね、傷んでくるとニュートラルの時にゴーって音がするみたいで、この蓋開けるか。うわ、真っ黒。ああ、やっぱこれか。テープ。うん。で、今これやってるのは油さしてちょっと反対側から漏れてこないか見てるんですけど、まあこの方法が合ってるんかどうかちょっとはわかんないんですけどね、まあ気休め程度に見ておきました。まあとりあえずは大丈夫そうでしたね。はい。で、今からドライブプーリーのナットを外していきます。今、こちらに見せてる特殊工具はですね、まあ、これもジムズ製のやつはめっちゃ高いんですけど、まあ、これはネットで3000円ぐらいの激安のやつです。で、さっきリアタイヤにコッパをかましてたと思うんですけど、まあ、そちらは、周り止めとして1本コッパを挟んでおきました。こんな簡単に取れた？はい。で、今、こちらもですね、
本当にね、簡単に取れてしまってですね、こちらのナットも本当は、ネジロック、赤のネジロックをつけてないといけないところだったんですけど、それもついてないし、このナット自体も、ちゃんとね、ネジ山に入ってなくてですね、ちょっとね、ネジ山に噛み込んだ状態で組み付けられてたんですよね。なので、このプーリーが走行中に暴れてしまって、インナープライマリーの、内側に干渉して、内側が削れてたっていうことですね。原因が分かったんでよかったですね。この状態で走らなくてね、本当に良かったです。はい、ようやく、プーリーが取れました。ちょっとね、ベルトを緩めるのが大変で。インナープライマリーのさっきの削れの原因はやっぱりこれでしたね。こいつが、ここにこうやって入って、で、このナットがつくんですけど、これが本当にもうゆるゆるでしたね。なんで結局、こいつがゆるゆるなもんで、ここがちょっとね、こう手前側に来て、で、ここが、インナープライマリに吸ってたっていう感じですね。これともう一つ原因っていうのがあってですね、このベアリングのこれがインナーレースなんですけど、ここのクリアランスが今3ミリぐらいですね。3ミリ、大体ね、バイク屋さんとかに聞いても2、3ミリって言うんですけど、で、バイク屋さんとかこのレストアしてる先輩方に聞いてもですね、この特殊工具、今レースを抜く特殊工具なんですけど、こいつの多分ここのつばで合わしてる感じなんですよね。ここがだいたい2ミリか本ぐらいだと思うんですけど、ここがぴったし入るぐらいで合わせてるみたいな感じなんですけど、このエボリューションの初期は、ここサービスマニュアルに書いてあるんですけど、0.2 インチって書いてあるんですよね。で、0.2 インチってだいたいつか 5.18 ミリらしいんですよ。なんでちょっとね、普通のハーレーよりも結構ね、多め。こんぐらいは開けて、つけるようにっていう風に指示されてるんで、ここはね、ちょっと、今、打ち替えるんですけど、このレースを大きめに取ろうと思います。サービスマニュアル通りですね。では、このインナーレースと、これが、スペーサーですね。これ。と、あとね、このレース取ったら、ここにもオイルシールがあるのと、あとこの奥にも、オーリングが入ってるんで、それをまとめて交換してしまいます。でかーベアリング。これか。これね。オーリングです。さあ、いよいよレースを取っていきます。Amazon とかで激安やったやつを買います。使います。ただね、ネットの口コミ見てると、海外の人なんですけど、これのね、ボルトの長さが足りんとか書いてあったんで、果たしていけるんかなっていうのが、ちょっと心配なところなんですけど。足りんね。全然足りんね、これ。あと4センチぐらいは足りませんね。とりあえず、山岸で、この寸切りボルトってやつしか長いのなかったんで、こいつを買ってきたんですけど、強度が低いと思うんですよね、ボルトが。で、最初についたやつがこれ 8.8 って書いてあるんで、中ぐらいの強度のボルトやと思うんですけど、ちょっとね、ネジ山がすぐいっちゃうと思うんで、こっちにナットを1本つけて、ちょっとかかる力を分散しようかなっていう作戦ですね。あとこっちも、これしかなかったんですけど、こっちだとね、ちょっとでかいんで、ちょっと力がうまく逃げるかなと思って、こいつでちょっとやってみます。あかんね、やっぱこれナットが当たるな。やっぱ辛い位置にしな。あかんな。いけるかな。来た。よかった。よかったよかった。来た。取れました。これはね、結構今、簡単に取れたと思います。
で、次にですね、今取ったここ。わかると思うんですけど、ここにも、これですね、これもオイルシールなんで、これも取らなきゃいけないんで、こいつも取ろうと思います。取れた。今ちょっと掃除中なんですけどね、こういったところがなんかサビなんかわかんないんですけどね。まあこういったところはちょっとピカールつけて、この綿棒で掃除していきます。で、今から、またナッタをつけると思うんでね、ここネジロックとかが残ってたらダメなんで、まあこういうのもこういう風に溝をネジ山きれいにしておきます。何これ。ナットが入らんて。ちょっとね、今試しに、これなんでさっきあんなかかり方してたんかなと思って見てたんですけど、まあこれがもともとついてたやつなんですけど、これなんか厚さが全然違うんすよね。純正のこっちなんですかね。で、見てみると、ここのネジ山がちょっとね、入り口付近の方が傷んでるのがわかると思いますね。もうこれのせいで入らんかったんで、これこんなサイズの台数売ってるんかな。はい。こんなサイズの台数は売ってなかったんで、今これ三角ヤスリで目立てをしてっております。まあね、これでなんとかナットが入るようになればいいんですけど。はい、なんとかですね、ネジ山が修正できました。ちょっと渋いですけど、最初はね、もう全く入らんかったんで、よかった。なんでそんな状態になったんかっていうのはちょっと不思議ですよね。緩んできて、緩んできたところで、そんなね、ネジ山潰すほどなるかっていう話ですけどね。で、これ、ちょっとね、対策品を買ったんで、ネオファクトリーさんの方で。いや、で、こんだけ、まあ、緩みづらいように、こんだけ分厚くなってるかなと思いますね。こっちが純正だとしたら、やっぱね、こんだけ幅が厚い分ネジ山も、でかいんで、より緩みづらくなってるんかなと思います。はい、今ですね、こっちのスターターシャフト、ジャックシャフトの、ここのオイルシール変えたと思うんですけど、これね、なんか2つ入ってて、なんで2つ入ってるんかなってずっと思ってて、今ふとここを見てたらですね、ここにも1個オイルシール入ってるのを発見できて、で、ここのオイルシールですね、今見たらあったんで、よかったわ。なんでここも変えておきます。ただですね、ここも叩けば叩く分、奥行って多分これ落ちるんじゃないかなと思う。多分ストッパーないんで、今、大体の、深さ測って入れておきます。向きはこうです。まあいいでしょう。さあ、問題はこいつやろ。お、意外といった。よっしゃ。はい、とりあえず、このスプロケット、このボルトが折れたところですね。とりあえず朝、ワークホースのラスペネ吹きかけて、まあ、今夜なんで12時間ぐらいはほっといたんで、とりあえず取っていきましょうか。非常に怖いです。できるならあまりやりたくないんですけど、よっしゃ、とりあえずやっていきますか。真ん中の人わからん。ここだよな。うわー、ずれたー。重くそずれてるよ、これ。これ、どうやってやるんだっけ？閉めると、食い込んで取れてるかよ。いやいやいや。
いやー、これちょっときつい。溶接するにしたっての、ああ、こっちからやるか。まあこの穴んぽこをガイドとして、足きた。うわ、最悪、全然違うとこがいた。マジか。くっそ、穴ずれた。ボール板でやらなかった。もうしゃあないわ。あの後もなんか散々いじくり回してですね、なんかだんだんひどいことになってきて、もうこれ以上触らない方がいいなって感じで、とりあえず失敗ですね。難しいですね、こういうのも。で、まあ次になることはですね、まあこれ本来はこの3つのネジ山が開いてるんですけど、で、これがね、後期型のエボとかになると、2つ穴が開いてて、で、これでナットを緩まないようにするプレートがついてるんですけど、この初期エボはついてないんですよね。この折れたボルトと一緒のやつを、これミスミっていうところで買ったんですけど、純正はね、もう10個入りでまた4000円とかしかなかったんで、もうこれをね、ミスミで、もう100円ぐらいやったんですけどね。で、強度も一緒のやつですね、を買ったんで、まあこれは大丈夫やと思うんで、まあこのボルトっていうのは1本しか使わないんですよね、実際。で、こう、ナットがここにつくんですけど、で、このナットの緩み止めとしてこのボルトを1本使うっていう感じなんですよね。なんで、まずとりあえず規定トルクで一回締めて、まあ、120から150ニュートンやったっすかね。で、締めてから、まあ、どこか一箇所、こういう風につけて、で、これ緩む方向が逆ネジなんで締める方向。で、ここのボルトの当たるまで増し締めするということをすれば、もうこれ以上、ナットが緩まないようになるんで、こんな感じですね。なんで、別にって言ってもね、選択肢が一つ減ってしまったんで、よくはないんですけど、まあもうこれで行くしかないかなっていう感じですね。今、オイルシールを抜いたんですけど、このタッピングビスを使ってですね、やったんですけど、こういう風にして。ただこれね、ちょっと海外の人とかが結構やってたんで、試しにやってみたんですけど、これはね、結果としてはやらない方がいいですね。やっぱこの突き出たビスが、奥側に傷をつけてしまうリスクが非常に高いんで、これはね、本当にやらん方がいいですね。ちょっとね、僕も、ここをほんの少しだけ削ってしまったんで、今、液ガスでとりあえず、バリをちょっと取って補修したんですけど、やっぱね、普通に取るのは、まあ、こういうマイナスとかですね、こじって、こう、取るべきやったかなっていう感じなんで、もうこれは二度としないですね。決めました。これは本当にダメだ。なんでね、とりあえず今、新しいオイルシールと、スペーサーを入れます。はい、今ですね、ホームセンター行って、この塩ビ管の VV50 ってやつですかね。VV50。こいつがちょうど、ここにぴったし入るんで、内側のゴムとかに干渉することなく。なんでね、これで叩き込んでいこうと思います。で、ちょっとね、あそこ削ってしまったんで心配なんで、外周にちょっとだけね、薄く液ガス塗っておきます。はい、OK です。で、このオイルシールの向きなんですけど、まあ、この湿式の場合はこっち向きなんですけど、乾式の場合はこうですね。逆向きになるみたいです。はい、こちらはオルタネーターを固定しているボルトのネジ山を今ダイスできれいにしてるんですけど、まあ基本こちらのボルトはですね、再利用しないでくださいっていう風にサービスマニュアルには書かれてるんですけど、まあちゃんとね、ネジロック剤を取れば大丈夫かなと思うんで、まあちょっとね、使うかどうかはわかんないですけど、とりあえずきれいにしておきます。はい、
今、とりあえずですね、全部一通り終わったんですけど、これ今見てたら、これリコイルされてますね。わかると思うんですけど、ここと、ここと、こっち側のケースは、全部ネイジャーマバーガーになったんですかね。これ全部されてますね、リコイル。よし。ちょっとね、あとちょっとってところでこいつの長さが足りんくなって、これ以上ちょっと打ち込めないんで、まあとりあえず4ミリになったんで、で、まあサービスマニュアルは5ミリってなってるんですけど、まあこれで一回現物合わせして、まあちゃんとインナープライマリーのベアリングと、まあ、オイルシールがこの上にちゃんと乗っかってれば OK なんで、真ん中あたりぐらいに乗っかってればいいと思うんで、足りんなと思ったら、もうちょっと特殊工具使って引っ張り出して見るっていう感じですね。まあ、これで一回、インナープライマリーをつけてみましょう。プライマリー乗せてみます。はい。かれこれですね。2時間ぐらいこのインナープライマリーが入らなくてですね。なんで入らんのかなと思うんですけど。まあ原因はこの多分インナーレース、これ外したやつなんですけど、これはね、普通にスポって、まあ多少ちょっと入りづらいんですけど、まあこんな感じで入るんですけど、こっちがですね、もうあまりにも入らんので、ちょっとね、外径を測ってみたんですけど、まあ純正のこれは外径が32ミリ。まあぴったしやったんですけど、こっちは 32.1 ミリと、まあ 0.1 ミリちょっとね、分厚かったんですよね。なんでそれのせいで入らんのかなと思うんで、まあ今できることとしては、まあここの外周、そこをもうちょっと削り込んで、でちょっと入りやすくするっていう方法と、まああとはちょっとこれね、ネオファクトリーさんに聞いたんですけど、このイースタンモーターサイクルズっていうところのこのインナーレースなんですけど、とベアリングなんですけど、このイースタンモーターサイクルズっていうのはちょっと精度が悪いみたいで、で、バイク屋さんとかが買う場合はもう加工前提で買うみたいなんですよね。なんでもうこのレースをもう一回打ち替えるかっすわね。ジムズ製のやつは大丈夫ですって言ってたんで。まあね、もう本当に。なんでここはね、一回削ってみます。ダメですね、やっぱ。外します、もう一回レース。ダメだ。入んねえもんな、これ絶対入らんもん。どう頑張っても入らんもんね。で、今ね、これちょっとクリアランスがやっぱ狭いんかなと思ってちょっとこれで広げたんですけどね。やっぱこれかなりぎゅうぎゅうに入ってて、この安物工具のこの爪がね、もう開いちゃいましたもんね。困った。はい。安物工具が完全にぶち壊れました。ダメですね。ダメだ。全然抜けない。やっぱおかしいんですね、こんだけぎゅうぎゅうっていうのは。なんかネオファクトリーさんの人も言ってたんですけど、こんなぎゅうぎゅうになるほど、普通はもっとね、圧入なんでそんな力はいらんはずって言ってたんですけどね。どうしよう。
ちょっとね、今、プーラーをまた新たに頼んで、1週間ぐらいかかるんで、1週間じゃないな。安物買ったのが、とりあえず今日届くんですけど、もうそれがダメやったら、ちょっとね、まあ、ジムズ製ではないんですけど、まあ、そこそこのやつを今買ったんで、そいつをやっていこうと思うんですけど、その前に、まあ、時間があるんでね、これ、なんか背もたれなんですけど、こっちはね、大丈夫なんですけど、こっちにね、ゴムのブッシュに、両端、なんか、ボルトの頭が出てるやつがついてるんですけど、それが3つついてるんですけど、多分2つダメになってるんで、こいつを直していこうと思います。これタッカーが止まってるんで、ここの受けの、こういう風になってるんで、これを一回取らなあかんですね。これ今取ったんですけど、これね、ナットがついてなかったですね。こんな感じでですね。もうねじ込んであるだけって感じで、こいつがね、回せないんですよね。固着してる。はい、取れました。なんとか取れたんですけどね。これもなんかネジロックを売ってるんてな。そんな感じですね。てかこれも。わーしゃ、取れた。なんとかね、安物のプーラーで取れました。で、内径を測ってみたんですけど、まあこのダメな方のやつは 24.9 で、こっちが25ということで、多分これも 0.1 ミリ違うんかなっていう感じですね。まあ何にせよ取れてよかった。はい、すいません。ちょっとね、今回ここまでにしておきます。というのはですね、本当はプライマリーケースも組む予定だったんですけど、まあそのためにこうやってレース打ち込んでたと思うんですけど、まあレストアの先輩がですね、まあここまでやってるんやったら一回ミッション側も、点検した方がいいって言うんですってね。で、ミッション側も、初期エボの弱点となるところが、まあ2、3箇所あるみたいなんで、まあそこをチェックして、まあ、その初期のまんまやったら、交換した方がいいよっていうんで、まあちょっとね、そこを交換しようと思うのと、まあギア周りも、まあちょっとね、僕見たわけないんで、まあ動画見てても、ちんぷんかんぷんなんですけど、まあここも一回チェックしようと思います。とですね、あと、オルタネーターとこのレギュレーターなんですけど、まあこれもですね、初期エボは 22A のこのオルタネーターが入ってるんですけど、まあこれも、32アンペアの、まあちょっと社外品のオルタネーターに交換しようかなと思います。ちょっとね、低回転時とかも、結構力強くなるみたいやっていうのと、まああとこれ長距離絶対行くんで、充電器とかつけるじゃないですか。そうすると、電力がね、足りんくなるみたいなんで、まあそういった意味でも、ちょっとね、オルタネーターを社外品に交換しようと思います。はい。ということでですね、まあ次回は、まあミッションも終わらして、まあ、プライマリーケースも、まあ、つけるところまでやりたいなっていう風に思っております。ちょっとね、まあ、ちょっと長引きそうやったらわかんないんですけど、はい。ということで、今回は以上になります。ありがとうございました。